こんにちは。ここはサウジアラビアの首都リヤドのキングハーリッド国際空港です。時刻は早朝5時。カタールのドーハからカタール航空で移動してきました。2泊3日の予定でリヤド市内に滞在します。最初に市内に移動しますが、まだ早朝のためメトロが動いていません。タクシーでホテルに移動してもまだチェックインできないので空港で待機します。一応メトロの入り口の様子を見に行ってみます。やはりまだメトロの入り口は開いていないのでカフェで待つことにします。この空港は首都の空港ですが、大きなお店もあまりありません。こちらのカフェでしばらく待機することにします。クロワッサンとエスプレッソを購入しました。通常メトロの始発は6時頃ですが、この日はたまたま金曜日でした。サウジでは金曜は休日のため始発の時間が遅く10時になります。そのためカフェで5時間も待機していました。こちらの皆さんもメトロ待ちのようです。10時になりようやく入り口が開きました。皆さん一斉に駅に向かいます。遠くに白いドームのモスクが見えます。駅の改札に来ました。券売機で切符を買えますが、先にメトロカードを買う必要があります。カード代400円がかかるのとチャージが面倒です。ダーブというアプリだとカード購入不要で3日間乗り放題券が買えるので便利です。地下鉄に乗る方は事前にアプリのインストールと購入をお勧めします。3日間パスで約800円とお得です。改札ではアプリの QR コードをかざすと通過できます。ホームに上がってきました。メトロといってもこの路線は地上を走ります。空港の周りは砂漠で何もありません。この時間は15分間隔で運転されています。列車が来ました。車内はそんなに広くはありません。出発しました。ドーハと同じくこのメトロも無人運転です。リヤドのメトロは2024年12月に開通したばかりで新しいです。空港周辺は一帯が砂漠でしたが、徐々に建物が増えてきました。さらに空港から20分ほど乗ると高層ビルが見えてきました。イエローラインの終着駅 KAFD 駅に到着しました。ここからホテルに向かうためにブルーラインに乗り換えます。KAFD 駅は大きくて曲線と幾何学模様の美しいデザインです。ブルーラインに乗り換えます。イエローラインと車内は同じです。ホテルがある6駅先のアル・ウルーバ駅に到着しました。 KAFD 駅を出発すると列車が地下に潜ったので、この駅は地下にあります。どの駅も完成してまだ1年ちょっとなのでとても綺麗です。駅構内にはサウジアラビアのコンビニトロリーがあります。外に出ました。気温は26度くらいですが、乾燥して日差しが強いです。右側を見上げるとキングダムセンタータワーがそびえ立っています。こちらには後で行ってみます。駅から歩いて3分ほどでホテルに着きました。今回のホテルはイビスリヤドモライヤストリートホテルです。1階のレストランを抜けてチェックインカウンターに向かいます。時刻は11時30分頃でしたが、チェックインでき部屋の鍵をもらいました。部屋はこちらのダブルルームに2泊します。朝食付き1泊約1万3000円です。まずまずの広さで冷蔵庫もついてます。シャワールームもシンプルですが十分な広さです。前日はほとんど寝てなかったのでひとまず昼寝をします。4時間休んで時刻は午後3時頃になりました。体力が少し回復したので観光に出ます。最初はホテルのすぐ横にあるキングダムセンタータワーに向かいます。キングダムセンタータワーは
2002年に完成した302メートルの高さのビルです。その見た目から栓抜きタワーとも呼ばれています。栓抜きの上の部分はスカイブリッジという展望台になっています。夜景が美しいようなので夜に行こうと思います。中はフォーシーズンズホテルとショッピング街があります。高級ブランドのお店が並びますが、ところどころ改装中のようです。地下のフードコートで何か食べようとしたのですが、こちらも改装中でした。営業しているのはケンタッキーだけでした。周辺には他にお店がなさそうなので、ケンタッキーで注文します。チキンのバーガーセットを注文しました。このセットで約600円です。味はガーリックソースが効いて美味しいです。この後は世界遺産のディルイヤ遺跡に向かいます。公共交通機関で行くのは難しいのでウーバーを呼びました。5分ほどで来てくれました。この階段みたいな建物はソフィテルホテルのようです。約20分でディルイヤ遺跡に到着しました。料金は約1800円です。ディルイヤ遺跡は17時までは入場料が無料で、それ以降は約2000円かかります。そのため17時直前に入場するのがおすすめです。この QR コードで必要事項を入力するとチケットが発見できます。入り口でスマホのチケットを提示して入場します。遺跡と言いつつ綺麗なレストランやカフェが並び、とても整備されています。遺跡の全体模型がありましたが、かなり広大な敷地のようです。航空写真の地図もあります。スロープを降りて遺跡の入り口に向かいます。正面入り口に来ました。一部は修復中のようです。ディルイヤ遺跡は1744年に建国されたサウード王国の首都だった場所です。1818年にオスマントルコ軍の攻撃で崩壊しましたが、その後に修復されました。このトライフ地区は2010年に世界遺産に登録されました。ナジャディ様式と呼ばれる泥や日干しレンガを使った建築が行われてました。遺跡内は整備されていて歩きやすいです。こちらは礼拝するためのモスクです。このような場所が何か所かあります。こちらはガラス張りの室内で見学できるコースです。保護された壁や床を見ることができます。石と泥で壁が作られているのがわかります。少し小高い丘からディルイヤが見渡せます。この横には景色を眺められるカフェがあります。建物から出ている木の棒は雨どいで雨水を地面に落とすためのものです。アラビア馬の博物館があったので入ります。馬に関わる遺跡や展示物が並んでいます。アラビア馬はサラブレッドよりも小柄ですが丈夫だそうです。冷えていないですが無料の水が置いてありました。外で馬のショーが始まりました。少しだけ見学しましたが内容の意味がちょっと分かりませんでした。続いて武器の博物館がありました。数は多くないですが昔の銃や剣が展示されています。ここでは伝統的なアラビアコーヒー作りを体験できます。日が落ちてきて夕日が美しい時間帯になってきました。奥に大きな建物が見えますが
ここから先は立ち入り禁止でした。ライトアップされ始め、ランタンも光り出しました。入り口付近まで戻ってくると、木々が整備された公園になってました。1時間ほどで遺跡を一周して戻ってきました。これから日が落ちてライトアップがきれいになるので、もう一周回ります。先ほどよりもムードが出てきました。壁がオレンジ色に照らされてきました。とても幻想的な雰囲気です。空がだんだんと暗くなって、また雰囲気が変わってきました。吊るされたランタンの明かりがいいですね。街の景色も夜景になってきました。美しい景色と幻想的な雰囲気が感じられ、とても良かったです。17時前に無料で入場して、明るい時間から夕日、夜景を楽しめました。いろいろな表情の遺跡が見れるので、このプランがおすすめです。ディルイヤ遺跡は夜12時まで営業しているようです。遺跡は十分に堪能したので、次はブルバードシティに行ってみます。ブルバードシティは巨大なエンターテインメント複合施設です。ウーバーで向かいます。車はすぐに捕まりました。約10分でブルバードシティの近くに来ましたが、金曜で大渋滞ができてました。結局降り場まで30分ほどかかり、ようやく下車できました。運転手の方に申し訳なかったので、チップを入れて料金は1500円ぐらいでした。頭上にはブルバードワールドという遊園地まで行くゴンドラが動いています。こちらのブルバードシティは入場無料です。簡単な手荷物検査をしてから入場します。こちらがブルバードシティの正面です。ニューヨークのタイムズスクエアをイメージして作られています。明るいネオンの雰囲気は確かに似ていますね。広大な敷地はさまざまなエリアに分かれています。この辺りはショッピングモールです。日本のアニメショップ、その名もオタクストアがありました。サウジアラビアでも日本のアニメは大人気のようです。2030年にはドラゴンボールのテーマパークができる予定です。さらに先に進むと遊園地のような場所に出ます。さまざまな建物があり、それぞれがアトラクションになっています。各アトラクションごとにお金を払って楽しむようです。それぞれ詳しくは見ていませんが、とにかく広くて種類が豊富です。ここは観光客向けというより地元の人が楽しむ場所ですね。歩くだけで疲れてしまったので食事にします。フードコートのエリアに来ました。たくさんのお店が並んでいます。円状に並ぶお店の真ん中は噴水になっています。こちらのケバブのお店にしてみます。手際よく肉を削いでますね。ケバブサンドとスパイシーポテトを注文しました。癖もなくシンプルに美味しかったです。楽しい雰囲気だけ味わえたのでホテルに帰ります。ただここからが大変でした。渋滞がひどいのでウーバーが全然捕まりません。入った入り口とは反対の入り口の方が渋滞していないので歩いてきました。結局1時間後にようやく車が捕まりました。来
てくれたこちらの運転手の方にはとても感謝です。KAFD 駅で降りました。料金は約1500円です。ホテル最寄りの駅まで戻ってきました。キングダムセンタータワーが緑色にライトアップされています。翌日に開催される競馬のサウジカップの広告も出されていました。23時過ぎにホテルに戻りました。明日に備えて体を休めます。翌朝、1階のレストランでビュッフェ形式の朝食をいただきます。ファラフェルやフムスなどアラビア料理が並んでいます。ひき肉炒めやソーセージ、ポテトなど種類が豊富です。チーズやサラダもたくさんありました。どれも美味しくて朝食付きにしてよかったです。お腹が満たされたので観光に出かけます。ブルーラインのメトロに乗りマスマク城に向かいます。アルバター駅で降りて10分ほど歩きます。マスマク城周辺に着きましたが、駐車場が工事中のようです。駐車場を避けて回り込んでみるとマスマク城が見えました。ここは150年以上の歴史があり、サウジアラビア王国の始まりの地と言われています。高い城壁がそびえ立っています。中は博物館になっていて見学できますが、ここ最近は臨時休業だそうです。残念ながら中に入ることはできませんでした。次にメトロ駅に戻り国立博物館に向かいます。隣の国立博物館駅で降りました。駅から5分ほど歩きます。サウジアラビア国立博物館に着きました。こちらには入場無料で入ることができます。展示室に進みます。最初は動物や生き物のコーナーでした。象の骨格が展示されています。かつてこの辺は湿潤な環境で象が生息していたそうです。隣ではサウジアラビアらしく石油に関する展示です。次に石に描かれた動物や手の壁画があります。数千年前の古代の岩絵です。これはダダン遺跡のライオン像のレプリカです。古代のアラビア語が刻まれた石碑がたくさんあります。ここでは比較的新しい時代の絵画が展示されています。博物館の裏側は公園のようになっています。全体の見学を終え博物館を出ます。これが無料なのは素晴らしいです。メトロの駅に戻ってきました。この後は競馬のサウジカップの観戦のため競馬場に向かいます。サウジカップの様子は別の動画ですでに公開済みですので割愛します。この動画では翌日までスキップします。翌日になりました。この日はホテルで遅めの朝食です。前日とは少しだけメニューが異なり寒さがありました。この日は夜の飛行機で移動するためホテルをチェックアウトしました。スーツケースはホテルのフロントに預けました。これから
エッジ・オブ・ザ・ワールド、通称世界の果てまで行ってみます。エッジ・オブ・ザ・ワールドはリヤドから100キロ離れた場所にある断崖絶壁です。現地の日帰りツアーを利用するのが一般的です。私はゲットイワガイドで申し込みしました。サウディノマディックツアーズ社最高の1人約8000円のツアーです。ツアーは14時に STC 駅に集合なのでやってきました。30人ほどが集合していました。グループ分けされてそれぞれ乗る車に向かいます。 4WD 車に乗り込んで出発しました。ところどころでガイドしていただきながら進みます。だんだん周りが砂漠地帯になってきました。1時間ほど走ってトイレ休憩のポイントに着きました。車はこちらの三菱の 4WD 車で7人乗りです。休憩を終え再び走り出しました。10分ほどでアラビアガゼルの保護区に到着しました。ガゼルはとても小さいサイズで可愛らしいです。これで大人のサイズとのことです。ここから先は舗装されていない道のオフロード走行です。ガタガタな道を結構なスピードで進んでいきます。20分ほど走ってエッジ・オブ・ザ・ワールドに到着しました。これがエッジ・オブ・ザ・ワールドです。すごい高さの崖です。高さは300メートルぐらいあるそうです。この崖がはるか先まで続いています。もう少し高いところまで登ります。結構な急坂なので息が上がってきました。高い場所から見下ろすとより崖の高さを感じます。強風で砂ぼこりが舞っているため太陽が霞んで見えます。ここからだと直角な崖の上に人がいるように見えます。さらに上に登って一番高い場所に来ました。風が強いので体を飛ばされないように注意します。太陽が徐々に沈んでいきます。ツアーはこの美しい夕日の時間に合わせて14時出発ということですね。しばらく夕日を眺めると大きかった太陽がだんだん遠く小さくなっていきました。見学を終えるとアラビアコーヒーとデーツで休憩です。ツアーによっては夕食付きのコースもあります。途中で礼拝の時間になったのでガイドの方々は外でもお祈りをしています。薄暗くなってきたので片付けをしてリヤドに戻ります。暗くなってもかなりのスピードを出すのでスリルがあります。20時30分頃にリヤド市内に着きツアー終了となりました。さらにホテルの最寄り駅まで戻ってきました。このキングダムセンタータワーの展望台に行ってみます。入り口は2階のこの狭い通路です。看板がないので探すのに苦労しました。チケットはオンラインで事前に時間指定で購入しておく必要があります。係員の方がいるのでスマホ内のチケットを提示します。事前の情報では69リアルでしたが、最近138リアルに値上がりしたようです。3000円のつもりでしたが倍の6000円になった感じです。
展望台に行くか悩みましたが、せっかくなので行ってみることにしました。先に進むと改装中で仕方ないですが、工事中の感じが丸出しです。展望台へのエレベーターは搬入用エレベーターみたいな外観です。エレベーターの中には係員の方が座ってました。これで77階まで上がりますが、速度は速くありません。77階に着きました。ここにはギネスに登録されている世界一地上から高い場所のモスクがあります。展望台にはさらにエレベーターを乗り継いで99階に向かいます。99階に到着しました。展望台に到着しました。ここは線抜きのように見える先端の橋になっている部分です。緩やかな坂道になっています。この辺りが橋の真ん中の頂上です。北側の方を見下ろしてみるとカラフルな夜景が広がっています。スケールは全然違いますが、札幌のテレビ塔からの景色と似ています。橋の反対側は通行禁止になっていました。南側も夜景が綺麗ですが、北側の方が目立つ建物が多いです。見学を終え、エレベーターで降ります。夜景は綺麗でしたが、6000円の価値があるかというと高いかもしれません。お腹が空いたので、同じ建物内にあるこちらのフードコートに行ってみます。アルマムラカは入るだけで入場料が必要な高級フードコートです。入場料1200円ほどを支払い、中に入りました。普通のフードコートよりもお店、座席が洗練された雰囲気です。ハンバーガー、サンドイッチ、ステーキの店などお店はたくさんあります。このビリヤニのお店でラム肉のビリヤニを注文しました。ビリヤニはサウジではなくインド料理ですが、気になったので決めました。パン生地で蓋がされて覆われています。これで約3600円でした。定番のライタというヨーグルトサラダがついています。パンの蓋を割るとビリヤニが出てきました。中は細長いお米を炊き込んでいるチャーハンみたいなものです。味は美味しいのですが、すごいボリュームです。明らかにシェア用のサイズ感でした。これで2泊3日のリヤド滞在は終了となります。ホテルに預けていた荷物を受け取って空港に向かいます。リヤドは治安も良く、これから観光に力を入れていこうという感じがしました。今後ますますインフラや観光産業が発展していくと思います。次回来るときはジェッタやメッカなどの都市にも行ってみたいですね。